こう横見るとね、美味しそうなターナー色彩さん協賛のチャンネル。ぐにょーんと上下に出現させんのか。大きさ完璧ですね。クリームですね。美味しそうでしょ。それぞれ頭文字なんじゃない？なんとかすればごちそういけん戦隊リング。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットは銀河ミライドウォッチ。懐かしいですね。この間個展でいただいたんですよ。ほんでやっぱ僕ね、このデザイン大好きなのよ。これファン多いんじゃないかな。で、今回はこれとごちそうを絡めてガブのアイテムにしちゃいたいと思います。はい、チャンネル登録まだの方今すぐポチッとお願いします。ワンネスワンネスワンネス。久しぶりの装置系改造。これね、実は今日の朝思いついて、で、バーって考えて、よっしゃいけるっつってね、もうかなり見切り発車。最後まで見てねー。よし、行きましょう。この銀河ミライドウォッチなんですけど、銀河ミライドウォッチなんですけど、銀河ミライドウォッチとも取れるんですね。で、銀河ミでお菓子っていうと、やっぱチョコレートが包まれてるっていうので、なんとなくチョコのイメージに持ってけないかなっていう、なんかそんなイメージからスタートして、で、これやっぱここ切り替えてね、回して切り替わっていくっていうのがすごく面白いなと思って。で、あとここの形がね、なんとかすればごちそういけんじゃないかなっていうのもあって。だからここでごちそうをセレクトして出現させんのかな。成分を抽出。それかごちそうをここにくっつけてごちそうの何でもいいけど、侵食させるとか、なんかそういうので面白くできないかなと思ってね、今回の改造やってみようと思いますよ。よろしく頼みますよ。じゃあまず、分解しようか。ちょっと、これ一回一回なんのしんどいな。リス少なめやね。取れました。はい、中はこんな風になってまして、こう取るとシールが貼られてるというね、裏側こんなんで。それでまずね、シールガラッと変えたいと思います。こういうものを作りました。これフォトショップで作った工程こんな感じ。まずは銀河ミライドウォッチの画像を出して、シールの型を作ります。こう中身をね、くり抜いて透明にしていくんですけど、この白縁の内側じゃなくて外側をいってる理由は、銀河ミライドウォッチの回すところと上の蓋に少し段差があるんですね。で、そこの隙間から若干見えるんじゃないかなと思って、通常よりも少し大きめに作りたいなと思って外側を狙っていってます。そんなん全然気にしないよって人は内側できっちりやったらいいけどね。それか印刷の時にちょっと大きくするとかね。いろいろやり方あると思いますけど、とにかくここを透明にするともうこれだけで型になりますね。周りいらんところはできるだけ削って形合わせて最小限に四角くして周りを白くすると型っぽくなりましたね。で、まずはまだ発売されてないけどフラッペイズごちそうの画像をはめて大きさと位置調整。ちょっと周りに隙間がある方がいいかな。で、フラッペイズちゃんの周りは全部透明化して背景は水色がいいかな。少し部分的にグラデーションすると奥行きが出て深くなります。で、もう一個ぐらいスパーキングミいこうか。もうこれも同じです。はめて大きさと位置調整して背景の色決めて、これはもう赤ですね、間違いなく。で、グラデーションかけて完成。続いて変身ベルトビターガブなんだけど、これ変身ベルトで横長やから思い切ってグニョーンと上下に引っ張ります。口の中をね、ちょっとこれ細かい作業で大変なんだけど全部抜いて透明にします。このままでもいいんだけどね、ちょっとやってみたいことがあって、で、ブラックホール何でも吸い込むでっていう表現です。かっこいいでしょ。で、このブラックホール上下でね、位置を変えると印象が変わるんですよね。やっぱ下から上にぐわっと広がってる感じがいいので、こっち向きにしました。で、背景も宇宙にして完成。簡単でしょ。こう印刷しましたと。で、バキバキスティックごちそうっていうのもね、一応闇系のごちそうとしてあるんだけど、変身したフォームはすごいかっこいいんだけど、ごちそう自体はそんなに悪い感じがしないんですよね。だからこの3つに厳選して、もう1個ビターガブっていう感じで今回はやってみました。じゃあ大きさが本当に合ってるのかどうか切ってみましょう。今回はどこのご家庭にでもあるであろうハサミでカットしました。これでドン。大きさ完璧ですね。やったー。晴れましたー。よっしゃ、回してみよう。全部問題ないかな。問題ないですね。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあいろいろ装飾する前に一回ここで仮組みをしといて基礎のカラーリングしちゃいましょう。塗装ブース行きましょう。まずは全体を茶色にしていきます。焦げ茶ですね。この形のいいお菓子ないかなと思ってたらね、あったんですよ。オレオです。でもオレオ本当はね、もっと黒いクッキーなんだけど、今回はマイルドオレオってことで焦げ茶にしてます。チョコレートのイメージもちょっとあるかな。銀河ミライドウォッチやからね。これは間に挟むクリームですね。ホワイトクリーム美味しそうでしょ。
ょ。美味しそうではないか。まだわからへんな。プラスチックやな。早くクッキー生地に挟みたいなと思って塗ってます。さあ、オレオ以外の部分はブルーに。これはオレオの箱意識ですね。で、まずは下地としてなんとなくの水色吹いてます。これはね、いきなりブルー行くよりもね、後からクリア塗料吹いた方が綺麗になるなっていう思いからです。で、クリアブルー吹いてるんですけど、ほら、綺麗でしょ。めっちゃ綺麗でしょ。なんかやっぱ下地の上に被せるってこのキャンディー塗装理論っていうのが生きてる気がすんねんな。押しボタンはナビスコのレッドですね。さあ、色塗れましたね。で、これシール貼る前と後での比較はこんな感じ。それぞれどれに対応したのかなっていうのはこれ参考にしてね。まあ難しいとこやけどね、銀河惑星、太陽はね、まだ炎って分かりやすいけど、銀河惑星は抽象的すぎてちょっとよく分からへんわ。この惑星になんでこれを置いたかっていうと、色的に臭そうでしょ。惑星っていう。ここに来てダジャレです。じゃあ閉めましょう。いいですね。できました。これでオレオが白いクリームを挟んでると。さあ、それとこの名前なんですけど、オレオっていう文字がそれぞれ何かの頭文字なんじゃないかって思いました。それでいろいろ、O から始まる単語、R から始まる単語っていうのでいろいろ調べてみて、これ繋げばなんか意味になるかなと思って考えたのがこちら。Occur rapid efficient outsider. Occur rapid efficient outsider.Occur rapid efficient outsider. つまりオレオというのは迅速かつ効率的な部外者の発生という意味。どうなんかそれっぽくない？これめっちゃ気に入ってる僕。だから多分これはね、ごちそうを発生させる機械なんだと思う、きっと。だから翔馬くんのガブみたいなもんかな。それを装置化したっていう。やっぱ装置ってね、すごくいいんですよ。だからロマンあんの。文明に頼るというね。これも人類の英知の結晶。人類というか菅さんなのかな？電手おじさんどっちかなわからへんけど、はたまた違う人なのか、誰が作ったのかな？コメントで募集します。さあ、それでごちそうを発生させるんだけど、ごちそうの強さを選べた方がいいんですよ。どれぐらい出力するかっていう、そのつまみを作りたいなと思いまして、もうつまみといえばフルボトルですね。もう僕大好物です。これ。もうこれだけのもんなんだけど、ほんと夢中に回すよね。これで出力調整みたいなのができるっていう設定いいかなと思うので、たまたまパンダですけど、分解します。これをこの辺にいらないパーツは切ります。グルーガン塗って貼り付ける。せっかくなんでフルボトルの下の部品は横につけましょう。さあ、じゃあ次はね、戦隊リング。これも古典でいっぱいもらったんですよ。せっかくなんでちょっと一回分解してみよう。これで、ちゃんとシールついてるね。すごいね。まずはハンダゴテで何本かこうやって線を入れていきます。反対側からも同じ感じでなぞって、あとはもうペンチで一枚一枚立ち上げていくんです。そうすると、いい感じで割れたんじゃないかな。じゃあこれは貼り付ける前にちょっと塗っちゃおう。ターナーさんのアイアンペイント。アンティークブロンズ。ターナーさん協賛に入ってくださってね、うちのね。ありがとうございます。お世話になります。すごいでしょ。ターナー色彩さん協賛のチャンネルですよ、うちは。アイアンペイントすごい簡単なんですよ。こうやって筆に取ってトン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 叩くように塗っていくだけで、このアンティークな質感すごくない？もうめっちゃおすすめ。戦隊リング貼り付ける前にこの辺をね、ハンダゴテでこうやって擦るんですよ。ちょん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 って。細かい傷をいっぱいつける感じ。で、この傷をマジックでもコピックでも何でもいいんですけど、赤く塗るんですよね。そうすると、ちょっと生物感出るでしょ。若干グロい感じになるでしょ。この上に今の戦隊リングを被せると、中で何があったんやっていうね。このちょいグロ感がこの装置には大事かもしれない。僕好きなんです、こういうのちょいグロ。で、これでもう大体できてきてるんですけど、ここがやっぱちょっと寂しいので、オレオのロゴでも入れとこうかなと思います。これもフォトショップで作ったのが、印刷できました。もうこれは簡単ですね。ただ印刷するだけです。もうカッターで切り取るだけなので簡単なんですけど、できるだけ周りの白が残らないようにね。この辺ですね。ちょっと斜めな感じ。はい、ここの出力調整と、あとこっちのパーツね。これもターナーさんのアイアンペイントで塗りまして、完成でーす。やったー。こここうやって回転させてね、選ぶことができると。本当はね、それぞれの名前を言ってほしいんですけど、僕こういう基盤作ったりするのできないので、そのうち破壊系 YouTuber のナミちゃんが何とかしてくれるかなっていうね。ナミちゃんそのうち作って。僕はやっぱこの4つの中でフラッペちゃんが一番お気に入りかな。この色合いのベストマッチ具合すごいよね。で、こう横見るとね、美味しそうなオレオですね。いや、よかった。すごい楽しかった装置系。もしこのごちそう装置がある程度受けてくれたら、他にもいくつか装置案思いついてるので、またそういうのもやっていきたいなと思いますね。これコンパクトなのいいよね。なんかデカブキばっか作ってたけど、前はね、こういう小さい装置系結構作ってたんですよ。だからこういうのもね、やっていきたいなと思いますね。これもちろん4月のワークショップに持っていきますんで、ワークショップやらな
なくても見たいなという方見に来てくれるだけでも OK なのでね、よろしくと。はい、ということで感想お待ちしてます。お疲れさん。今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ。これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。